皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も楽しく勉強していきましょう。今回は味噌の講義の3回目です。今回は、味噌がどのように作られているのか、勉強します。皆さん、味噌ってどうやって作られているか、知っていますか？田舎のおばあちゃんが作っているのを、見たことがある、という方もいるかもしれません。今回の講義を受ければ、日本の伝統的な発酵調味料である味噌の作り方を知ることができます。また、同じ発酵調味料である醤油との違いについても理解することができます。改めてですが皆さん、味噌ってどうやって作られているかご存知でしょうか？なんとなくこれまでの講義の中で大豆と塩、それに麹を使って熟成していることはわかりました。そして、これは醤油の講義の中でお伝えしたのですが、味噌と醤油は江戸時代まではほとんど同じものとして扱われていました。そのため、醤油の製造方法とほとんど変わらないのかな、と想像できますよね。味噌の作り方について勉強する前に、ここで改めて味噌の分類について触れておきたいと思います。味噌は原材料によって大きく分けて3種類に分けることができます。米味噌、豆味噌、麦味噌の3つですね。これらの違いは、ざっくり言えば麹の違いです。味噌作りは、麹を作って、ここに大豆と塩を加えて仕込むのですが、ここで作られる麹を、お米で作れば米味噌、麦を使えば麦味噌、そして大豆を使えば豆味噌になります。意外と、簡単ですよね。実は私はずっと、この違いが分かっていませんでした。よく米味噌とか麦味噌、豆味噌って耳にはするのですが、何が違うのか分かっていませんでした。麹の原料が違っていたんですね。そして、一口に米味噌、麦味噌、豆味噌といっても、いくつも種類があります。米味噌については、前回勉強しましたね。信州味噌は、熟成期間が数ヶ月から10ヶ月間で、さっぱりした旨味のある辛口味噌です。一方、同じ米味噌でも西京味噌は、麹の量を多くして熟成期間を1から2週間と短くするため、甘みが強いクリーム色の味噌に仕上がります。このように、熟成期間と麹の量によって、味や色合いが大きく異なります。ちなみに、この講義の中で何度か登場している仙台味噌も、同じ米味噌で、熟成期間が1年近くにも及ぶため、色合いは赤茶色になり、赤味噌とも呼ばれています。一方の麦味噌は主に、九州で作られる味噌で、中国、四国地方の一部でも親しまれています。また、麦味噌は麦の甘みと香ばしい香りが特徴です。そして最後にご紹介するのは、豆味噌です。豆味噌は主に、東海地方で親しまれている味噌で、大豆に麹菌を繁殖させて麹を作り、それに大豆と塩を加えて作ります。そのため、ほとんど大豆だけで作られる味噌なんです。八丁味噌って聞いたことありますか？八丁味噌は代表的な豆味噌で、旨味が非常に強い味噌なんです。この豆味噌については、次回の講義で詳しく勉強します。米味噌、麦味噌、そして豆味噌についてご紹介したところで、お待ちかね、味噌の作り方について勉強しましょう。味噌の作り方は簡単に言うと、麹と大豆と塩を混ぜて、熟成することで作られます。そして、製造工程は大きく2つに分けられます。まず行われるのは麹作り、そして仕込みです。麹作りと仕込みに分けられるのは醤油作りと同じですよね。麹作りと仕込みのプロセスをそれぞれ詳しく見ていきます。まず、麹作りですね。味噌で使われる麹は味噌の種類によって材料が異なります。日本で最も作られる米味噌はお米に麹菌を繁殖させた米麹、主に九州で親しまれる麦味噌は、大麦か裸麦に麹菌を培養して麦麹を作ります。一方の豆味噌は、米味噌と麦味噌の麹作りとは、全く異なる製法で作るんです。米麹と麦麹は、お米や麦に麹菌の胞子を振りかけて、お米や麦の粒をバラバラにして培養する、バラ麹と呼ばれる麹です。一方、豆味噌における麹作りは、蒸した大豆をお団子に丸めて、ここに麹菌を振りかけて、このお団子の形のまま、麹を作ります。次回、
詳しくお話しするのですが、豆味噌は日本の味噌の中でとても得意な存在なんです。麹作りも特別ですが、他の味噌とは辿ってきた歴史が全く異なる味噌なんです。この豆味噌を詳しく見ていくと、日本ばかりでなく、東アジアにおける発酵調味料の歴史を垣間見ることになります。この豆味噌については次回、詳しくご紹介するので、ぜひ次回の講義も聞いてくださいね。さて、米味噌と麦味噌は、お米や麦に麹菌を振りかけて、穀物の粒をバラバラにして麹を作るんでしたね。そして、豆味噌はお団子状の麹を作るんです。麹作りは、それぞれの味噌作りによって時間が異なるのですが、おおむね数日間で、麹が完成します。例えば、代表的な米味噌である信州味噌では、お米に麹菌を振りかけて、3日間程度で米麹が完成します。そして、仕込みの段階に入ります。あらかじめ蒸してすりつぶしておいた大豆にそれぞれの麹、米麹、麦麹、あるいは豆麹ですね。ここに塩を混ぜます。これを熟成させることで、味噌が完成します。この仕込みにおいて活躍するのが、乳酸菌と酵母という微生物です。この2つの微生物は、麹菌の生み出す酵素であるアミラーゼによって生み出された糖を餌として活動を開始します。乳酸菌は糖を餌として乳酸などの酸を生み出し、味噌に酸味を加えます。そして酵母は糖を餌として香り成分などを生み出します。このように聞くと、味噌の仕込みのプロセスって、醤油作りの仕込みと全く同じですよね。醤油作りでも、生成された糖を乳酸菌と酵母が消費して、同じように乳酸や香り成分を生み出していました。では、醤油作りと味噌作りでは何が違うのでしょうか。ざっくり言うと、もろみを絞るか絞らないか、この一点のみなんだそうです。もろみを絞って液体状にしたものが醤油、絞らずにそのまま商品としたのが味噌、ということです。嘘でしょって思いますよね。私もそう思いました。もろみを絞ってこすため、醤油には分子の大きいタンパク質やでんぷんは含まれず、味噌にはそうした成分がたくさん含まれます。工程としては、絞るか絞らないか、成分としては、分子の大きいタンパク質やでんぷんが含まれるか含まれないか、この違いだけなんです。びっくりですよね。確かに現在では、醤油に適した麹菌や乳酸菌、酵母、味噌に適した麹菌や乳酸菌、酵母と微生物の種類は若干異なります。また、もろみを仕込む際、醤油は液体部分を商品化するので、仕込みに使われる水の量は多くなる一方、味噌は液体が滴ってしまうと欠陥品になってしまうので、仕込み水の量は少なくなります。でも、それくらいの違いなんです。考えてみると、味噌が日本で作られたのは、未焼と呼ばれていた頃を含めると、1300年を超えています。でも、日本で醤油という言葉が登場したのは1597年で、私たちに馴染みの深い濃い口醤油が江戸で一般的になったのは、19世紀になってからです。醤油は、味噌から染み出した液体、という形で生まれましたが、まだ醤油という歴史は、味噌に比べると短いんです。こう言うと、言い過ぎかもしれませんが、1300年の歴史のある味噌に比べると、醤油はまだ200年と短く、今もまさに、味噌と明確に分かれる歴史の中にいる、こう考えると、しっくりくるのではないでしょうか。醤油と味噌、それぞれの大手メーカーのホームページを見比べて、気がついたことがあります。醤油メーカー最大手のホームページには、醤油作りの歴史が、近年まで細かく記されていました。例えば、それまで大豆をそのまま使って作っていた醤油作りは、第二次世界大戦の食糧難に際して、油を搾油した後の脱脂加工大豆を使う製法が確立され、戦後も長くそうした醤油が一般的でした。そして、その会社で脱脂せずに用いる丸大豆を使った醤油作りが復活したのは、1990年になってからだそうです。一方、味噌メーカー大手のホームページを覗いてみると、どれも、味噌の歴史は奈良時代から始まり、江戸時代までの記述となり、近年の記述はありません。味噌作りが進化していない、とは言いませんが、醤油は今も脈々と変化を続けていて、味噌と分かれ、醤油という別の調味料になろうとしている過程にある、
その歴史の中に今もいる、そんなことを感じました。私たちは、生まれた時から醤油も味噌もあって、どちらも不変のものと感じてきましたが、実はそうではないのかもしれませんね。今回の講義では最後に、味噌の栄養価についても触れたいと思います。味噌は、戦国武将が着目したほど、タンパク質やアミノ酸が多く含まれています。そして、味噌には、アミノ酸に由来する旨味成分も、たくさん含まれています。旨味成分は、熟成期間によって大きく異なるのですが、おおむね、豆味噌、麦味噌、米味噌の順に多くなります。豆味噌の旨味成分は群を抜いており、大豆タンパク質の分解によって生成した、ペプチド、グルタミン酸、アスパラギン酸、グリシン、アラシンなどのアミノ酸が大量に含まれています。こうした旨味成分は、塩辛さを和らげるだけでなく、料理の満足感を高めてくれる効果があります。また、味噌に含有されるタンパク質の量は、麦味噌約 10%、豆味噌 18% 前後と、豊富に含まれています。昔から、米や芋などを主食としてきた日本人にとって、味噌は貴重なタンパク源でした。中でも、大豆のタンパク質を構成するアミノ酸には、リジンやロイシンといった必須アミノ酸が多く、古くから日本人の栄養バランスを助けてきました。あと、アレルギーをお持ちの方には、嬉しいニュースがあります。大豆に含まれるタンパク質には、16種類もアレルギー物質が含まれているのですが、味噌や醤油、納豆など、大豆の発酵食品にはこれらのアレルゲンは含まれていないそうです。発酵熟成する間に、タンパク質分解酵素によって、アレルギー物質が分解されるためです。はい、ということで、味噌の3回目の講義はここまでとなります。皆さん、いかがだったでしょうか？今回も、とても興味深かったですよね。まず、味噌は米味噌、麦味噌、豆味噌の3つのタイプに分かれること、そしてその違いは麹作りの工程で使われる原料の違いでした。米味噌はお米を使った米麹、麦味噌は大麦や裸麦を使って作られる麦麹、そして豆味噌は大豆を使った豆麹が使われます。そして、一口に米味噌や麦味噌、豆味噌といっても様々な種類の味噌があるんです。使用される麹の量と熟成の時間が味噌の味や色合いに大きく影響を与えます。例えば、使われる麹の量が多く、熟成期間の短い西京味噌は甘口でクリーム色の味噌に仕上がります。一方、同じ米味噌でも、信州味噌は麹の量は西京味噌より少なく、熟成期間はやや長いため、茶色に近づき、さっぱりとした旨味のある辛口の味噌に仕上がります。さらに、味噌作りの工程について勉強しました。味噌作りの工程は、ほとんど醤油と変わらず、最も大きな違いは、もろみを絞るか絞らないかの違いでしたね。使用される麹菌などの微生物に若干の違いはあるものの、ほとんど工程が一緒。これが味噌と醤油でした。味噌が1300年も歴史がある一方、味噌から分かれた醤油は、せいぜい400年、見方によっては200年ほどしかないため、一緒だった時間の方が長いんです。なので、今この時間も、味噌と醤油は分かれて、別のものになっている過程なんです。ということで、今日の講義はここまでになります。皆さんはどの点に興味を持ちましたか？私は個人的には、やっぱり味噌と醤油の関係ですね。多分、作り方はほとんど同じなんだろうな、と昔から漠然とイメージは持っていたのですが、まさかここまで一緒とは思いませんでした。鎌倉時代に、角信さんが和歌山県で金山寺味噌の作り方を伝えた際、そこから染み出た液体が醤油の起源でしたが、正直私は今はもっと明確な違いがあるんだろうな、と思っていました。味噌の歴史の長さに比べて、醤油はまだ日が浅く、今も醤油が醤油として独り立ちしている過程にあるというのは面白いですよね。ということで、今日もお付き合いいただき、ありがとうございました。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回は、味噌の中でも得意な存在である豆味噌について、一緒に勉強します。次回もまた、お会いしましょう。それでは、また。